春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、演習場の座標に、スタティックメッシュを配置してみようと思います。スタティックメッシュを演習座標に配置してみた。その3、サークル。早速、作ってみましょう。1、水平方向の配置。円が飽和状に広がっていくようにスタティックメッシュを配置します。BTX アレイズホリゾンタルを複製します。名前を BP サークルアレイズホリゾンタルにします。ファイルを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。セレクトベクターノードとアドノードは不要なので削除します。オフセットも不要なので削除します。変数オフセットを削除します。偶数判定も不要なので削除します。マルチプライノードは今は不要なので削除します。演習上の座標を取得するには、なんかこんな感じです。半径と中心の角度があれば座標が取得できるようです。既存の変数の名前を変更して、変数ラディウスと変数アングルを作成します。XS ディスタンスを変数ラディウスにします。IS ディスタンスを変数アングルにします。インスタンス編集可能を無効にします。1-1、演習上の座標取得。変数ラディウス、ゲットノードより、マルチプライノードを配置します。変数アングル、ゲットノードより、コサインのディグリーズノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。こちらが X コーディネートになります。変数ラディウス、ゲットノードより、マルチプライノードを配置します。変数アングル、ゲットノードより、サインのディグリーズノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。こちらが Y コーディネートになります。1-2、ワールドスペース調整。このアクタが原点となるので、ロケーションの X と Y に演習座標を足します。メイクトランスフォームノードのロケーションより、メイクベクターノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードのリターンバリューより、ブレイクベクターノードを配置します。ブレイクベクターノードの X ピンより、アドノードを配置します。下のピンに X コーディネートをつなぎます。メイクベクターノードの X ピンにつなぎます。ブレイクベクターノードの Y ピンより、アドノードを配置します。下のピンに Y コーディネートをつなぎます。メイクベクターノードの Y ピンにつなぎます。ブレイクベクターノードの Z ピンをメイクベクターノードの Z ピンにつなぎます。1-3、中心角の更新。スタティックメッシュを配置していくには、インデックスが増えていくたびに、中心の角度を足していきます。変数アングル、ゲットノードより、アドノードを配置します。アドノードをコサインとサインにつなぎます。変数インデックス、ゲットノードと変数 YS、ゲットノードを配置します。モジュロノードを配置します。変数インデックスと変数 YS をつなぎます。モジュロノードより、マルチプライノードを配置します。一周の数は YS の数なので、360を YS で割ります。ディバイドノードを配置します。下のピンに変数 YS、ゲットノードをつなぎます。上のピンを360にします。マルチプライノードにつなぎます。変数アングルのアドノードにつなぎます。これで一周ができましたね。1-4、外周の更新。演習を外側に増やします。変数ラディウス、ゲットノードより、マルチプライノードを配置します。X コーディネートと Y コーディネートのマルチプライノードにつなぎます。インデックスが0から始まっているので、0周目になってしまいます。ディバイドノードより、アドノードを配置します。下のピンを1にします。アドノードをマルチプライノードにつなぎます。コンパイルして保存します。1-5、デフォルト値の設定。変数 YS を選択します。デフォルト値を20にします。変数ラディウスを選択します。デフォルト値を200にします。変数アングルを選択します。デフォルト値を0にします。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。演習上に配置できましたね。1-6、スタティックメッシュの向き調整。コンストラクションスクリプトに移動します。スタティックメッシュが中心に向くようにします。ハンドルックアットローテーションノードを配置します。ハンドルックアットローテーションノードは、開始位置からターゲット位置までオブジェクトの回転を取得します。スタートピンにスタティックメッシュの1であるメイクベクターノードをつなぎます。ターゲットピンに中心であるこのアクタをつなぎます。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ターゲットピンにつなぎます。メイクトランスフォームノードのローテーションより、メイクローターノードを配置します。
ハンドルックアットローテーションノードのローテーションより、ブレイクローターノードを配置します。ブレイクローターノードの X をメイクローターノードの X につなぎます。ブレイクローターノードの Y より、アドノードを配置します。下のピンを 90.0 にします。メイクローターノードの Y につなぎます。ブレイクローターノードの Z をメイクローターノードの Z につなぎます。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。中心を向くようになりましたね。垂直方向に配置。円を垂直方向に配置してみようと思います。BT サークルアレイズホリゾンタルを複製します。名前を BT サークルアレイズバーティカルにします。ファイルを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。Z 軸方向に配置するので、ワールドスペース調整のブレイクベクターノードの Z ピンより、アドノードを配置します。メイクベクターノードの Z ピンにつなぎます。演習上の座標取得の変数ラディウス、ゲットノードを切断します。変数ラディウス、ゲットノードを X コーディネートと Y コーディネートのマルチプライノードにつなぎます。外周の更新のアドノードは不要なので削除します。マルチプライノードをつなぎます。下のピンを60にします。下のピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前を Z ディスタンスにします。インスタンス編集可能を有効にします。フロート型に変更します。マルチプライノードをワールドスペース調整の Z ピンのアドノードにつなぎます。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。スタティックメッシュが常に原点に向いているので調整します。コンストラクションスクリプトに移動します。原点に向けるの X を切断します。アドノードを削除します。メイクローターの Y を 90.0 にします。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。筒状に綺麗に並びましたね。2の1、角度調整。角度を調整して綺麗に配置するようにします。コンストラクションスクリプトに移動します。外周の更新のディバイドノードより、モジュロノードを配置します。下のピンを2にします。出力ピンより、イコールノードを配置します。演習上の座標取得のアンブルを調整します。セレクトフロートノードを配置します。リターンバリューをアドノードにつなぎます。変数アングル、ゲットノードをセレクトフロートノードの A ピンにつなぎます。変数アングル、ゲットノードより、アドノードを配置します。B ピンにつなぎます。アドノードの下のピンを 9.0 にします。右クリックして、変数へ昇格します。名前をオフセットにします。インスタンス編集可能を有効にします。ティック A に、偶数判定をつなぎます。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。綺麗に交互に並びましたね。レベルに配置します。
演習座標が取得できたら、飽和状に弾を振ったり、防御できたりしますね。演習座標を取得してできることは、敵やオブジェクトの配置、演習場に敵やアイテムを配置することで、プレイヤーに囲まれた状況を作り出し、戦闘や探索の難易度を調整できます。攻撃パターンの作成。特定のボスや敵が演習場を移動しながら攻撃を繰り出すようなパターンを作ることができ、ゲームプレイに多様性が生まれます。エリアの境界設定。特定のエリアの境界を円形に設定し、その演習場にオブジェクトやエフェクトを配置することで、視覚的にエリアの区切りを示すことができます。回転エフェクトの実現。演習場の座標を利用してオブジェクトやエフェクトを回転させることで、ダイナミックなビジュアル効果を作り出せます。トラップや障害物の設置。プレイヤーを円形のトラップに閉じ込め、その演習場に障害物や攻撃を配置することで、戦略的なプレイを促進します。カメラの動き。演習場の座標を利用してカメラを回転させることで、特定の視点や視覚効果を強調できます。パズル要素の導入。演習場に配置されたオブジェクトを移動させることで解決するパズルを作成し、プレイヤーに新たな挑戦を提供できます。マルチプレイヤーの配置。複数のプレイヤーキャラクターやオブジェクトを演習場に配置することで、バランスの取れたスタート地点や戦略的配置を実現します。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。